今回は初心者向けの入門ゲーム、コンバットパトロールを遊んでいくけど、まずはお互いの勢力の紹介から始めよう。私が使うのはアイルダリ。人類が銀河を支配する以前に銀河を支配していた長命種族で、火力特化の高機動射撃アーミーよ。ウォーロードのファーシーヤは味方の防御力を上げるバフを付与できて、彼にはアイルダリの一般的な歩兵、ガーディアンディフェンダーを指揮してもらうわ。そして強化、予見力を付与して、移動や突撃をした敵に対して射撃できる策略、警戒射撃をタダで撃てるようにして命中率もアップするわ。ウィンドライダーは対歩兵射撃武器を装備した高機動ユニット。そしてレースロードは対歩兵武器を受け付けない装甲を持った高火力の射撃と白兵攻撃を持っている大型ユニットよ。 B ちゃんが使う勢力は初めて見るのだけれど、一体どんな勢力なのかしら。私が使うのはサウザンドさん。1万年前に人類帝国を裏切り、混沌の侵攻に落ちたスペースマリーンです。混沌史を信奉するマリーンはケイオススペースマリーンといって、特定の混沌史を信奉していたり、はたまたただ単に帝国を裏切っただけだったり、いろんな種類のケイオスマリーンがいるよ。サウザンドさんは変化の神、ピンチを信奉しているサイキックのスペシャリストです。ゲーム的にはサイカーの行う儀式やボーナスによって出したような動きができるアーミーです。ウォーロードはインファーナルマスター。ギミットの核になるサイカーユニットで、攻撃やセービングのダイス目を6に変更する能力を持ってます。さらに、インファーナルマスターはサイカーなので、指揮フェーズ終了時に2点の引きポイントを生み出す能力を持ってます。秘技ポイントっていうのはどういう効果があるのかしら。このコンバットパトロールでは、サウザンドさんのサイカーはこの秘技ポイントを使って、2種類の儀式が行えるんですよ。秘技ポイント2点だと、このセービングを振り直す儀式が使えるのね。判定を振る前に宣言しないといけないのは不便ですが、自信だけでなく、近くにいる味方にも使えるのが便利そうです。あとは強化で中遠距離からの射撃を受けないのと、接敵状態でも射撃できる能力を付与します。普通リロールは策略を使った1回しかできないのに、自身の能力だけで2回もリロールできるのはかなりずるいわね。あれ？この鳥人間っぽいやつは、あんまりマリーンっぽくない見た目だけど、彼らはどんな人たちなの？ザアンゴールはティンチの力で変異した人間で、サウザンドさんのマリーンではないんですけど、同じティンチ神を信奉する者同士、一緒に戦ってくれるんですよ。ケイオスマリーンたちは通常のマリーンと違って、混沌史を信奉する人々や、混沌の悪魔たちと一緒に戦えるのも特徴だね。最後はスカラベオカルトターミネーター、マリーン最強の精鋭、ターミネーター部隊のサウザンドさんバージョンですが、マリーンのターミネーターより射撃が得意なのと、攻撃力の高い武器に対して耐性があるのが特徴です。さらにこのユニットの中の一体、スカラベオカルトソーサラーは、サイカーなのでサイキック攻撃ができて、秘技ポイントを1点生み出せます。あれ？1点だと使える儀式がなさそうだけど。秘技ポイントは全部隊で共有なので、インファーナルマスターのポイントを使わせてもらったり、ザアンゴールのアビリティで秘技ポイントを生み出したりすれば、さっきのセービングをリロールする儀式が使えるんですよ。しかもフェーズをまたげば同盟の儀式を使ってもいいから、4点稼げばリロールの儀式を2回使えるのね。なかなか厄介そうな能力だわ。混沌の神を信奉して異形の人々を従える、まさに悪役って感じのデザインなのね。それじゃあ、お互いのアーミッ紹介が終わったところで、今度は今回の勝利条件を決めるミッションを紹介するよ。今回のミッションは焦土作戦。プレイヤーは1個以上の作戦目標を確保してたら 5VP をゲットできるよ。1個以上ということは2個以上確保しても 10VP じゃなくて 5VP しかもらえないのね。その代わり追加の VP をもらう手段はちゃんと用意されてるよ。1つ目は相手より多くの作戦目標を確保すること。これを達成すると追加で 5VP ゲット。そしてもう一つ、こっちがこのミッションの肝なんだけれど、自分が確保してる目標に敵ユニットがいないとき、その目標が自陣側のものじゃなければ破壊してゲームから取り除くことができるんだ。ズンコさんは右下、私は左上を破壊できないんですね。そしてそのターンに目標を破壊したプレイヤーは 10VP を獲得できるよ。なるほど、目標を維持するか破壊するか、戦況を読んで判断することが求められるのね。あとは2人の副次目標でも VP を獲得できるね。私の副次目標はコートをもたらすものにします。インファーナルマスターとターミネーターが使えるサイキック武器で、敵を撃破したら3分1獲得です。私の副次目標は大いなる宿命。バトル終了時に自軍ユニット1個の全体が
相手初期配置エリアに入っていたら 10VP 獲得よ。あとはいつも通り指揮、移動、射撃、突撃、白兵の流れをお互い繰り返して5ラウンド目が終わった時点で VP の高い方が勝ち。ミッションの紹介は以上。次はユニットの配置を始めよう。防衛側だからまずは私から配置するわね。配置の前に、私はスカラベオカルトターミネーターを、アビリティ、重心攻撃の効果で予備戦力に置きます。予備戦力に置かれたユニットはゲームモード外に置かれて、2ラウンド目以降、敵から離れた好きな場所に配置することができます。B ちゃんの副次目標達成をチェックするのはフェーズの終了時。ターミネーターは射撃と白兵の両方でサイキック攻撃ができるから、射撃フェーズに敵兵を倒して白兵フェーズでも敵を倒すと2回達成扱いで 6VP 獲得できちゃうのよね。2ラウンド目を見据えて配置の段階から警戒しておかないと。最初はウィンドライダーを右上に配置。初手の移動で右下と上辺どちらの目標にも触れるようにしておくわ。それじゃあ私はインファーナルマスターを配置の中に配置します。移動すれば目標を取りに来たウィンドライダーを射撃できるはずです。インファーナルマスターの位置を確定してくれるなら、私はもう1ユニットのウィンドライダーを右辺コンテナの裏に配置。ここなら初期配置ではインファーナルマスターから射撃されないし、全力移動で下辺目標を踏めるわ。私はツアンゴールを配置の裏に配置しますね。ここなら下辺を取りに来たウィンドライダーに突撃を狙えますし、先行を取られてウィンドライダーから射撃されたとしても、全力移動が必要だから使える射撃武器が限られて、配置を遮蔽に使えるから被害は大きくならないはずです。ここはちょっと難しいけど、ガーディアン部隊を右下隅に配置。中遠距離から射撃されないインファーナルマスターとの射撃戦は避けたいし、ガーディアン部隊を攻撃されると B ちゃんの副次目標を達成されるから、慎重に立ち回らないと。最後に2ユニット目のツアンゴールをコンテナの裏に隠して、私の配置は終了です。私はレースロードを下辺側の通路に置いて配置を終了するわ。ズンコさんの作戦は上辺と左上目標を捨てて、下辺の突破を狙う形ですか？ターミネーターの奇襲を警戒したいから戦力を分散させたくないし、進軍スピードに差があるから目標の取り合いなら有利が取れるはずよ。先行後攻のナイスロールは私が先手ですね。それじゃあゲーム開始時にアイルダリのアーミールール宿命の糸発動。ダイスを12個振ってゲーム中ダイスロールを行うときは一部のダイスロール以外はダイスを振らずに、代わりに今振った宿命ダイス1つをロールの結果にできるわ。ただちょっと2以下が多いから、ここは上振れに期待してダイスを1個減らしてもう一度振り直すわ。悪化したからもう一度振り直して。仕方ない、最初よりちょっと悪くなったけどこれで妥協しましょう。ズンコさん、こんな無茶苦茶な能力のアミ使っておいて、よくインファーナルマスターのことずるいって言いましたね。ほら、インファーナルマスターのアビリティの方は見てから振り直しできるけど、私の方は振る前に宿命ダイスを使わないといけないから。Round 1. 私の指揮フェーズでお互い知識獲得ですね。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。まずはインファーナルマスターを左上目標に移動。ここなら中遠距離から射撃されない許可のおかげで、相手からはほとんど射撃できないはずです。配置裏のツアーゴールは全力移動。配置の壁裏に隠れて車線を切って、次のターンに前進した敵の突撃を狙います。コンテナ裏のツアーゴールも全力移動です。なるほど、ウィンドライダーに射撃される位置ではあるけど、そうするとこっちの陣形が広がりすぎて、ターミネーターの重心が刺さる形になってしまうわね。私はこれでターン終了です。私のターン、指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。ファーシーアのアビリティ、幸運で、上辺のウィンドライダーに対する攻撃にデバフがかかるようにして、指揮フェーズが終わって移動フェーズ。次のターンにターミネーターが奇襲を仕掛けてくるから、このターンは注意して動きたいわね。ウィンドライダー2ユニットはそれぞれ3回。自陣側の増援配置スペースを潰しましょう。右上のウィンドライダーはスキャッターレーザー持ちがツアーンゴールに射撃できるけど、右下目標のウィンドライダーはギリギリで車線が通ってないわね。レースロードは右下目標を踏みながら右辺廃墟に移動。ターミネーターが上辺と下辺どちらに来てもいいように備えて、ガーディアンはコンテナ裏に全力移動。上辺からは廃墟が、下辺からはコンテナが遮蔽になるから、ターミネーターの車線は切れるはずよ。
移動が終わって射撃フェーズ。インファーナルマスターが儀式、宿命の降りてを使用。ツアンゴールがセービングを1回リロールできるようにします。車線の通ってるウィンドライダーでツアンゴールに射撃よ。攻撃回数は6回で成功は3個。儀式、宿命の降りての効果でセービングをリロールしましたが、その分も失敗です。セービングは全部失敗で3体撃破されました。突撃はないから私はこのままターン終了よ。 Round 2. 私のターン、式フェーズにお互い1式獲得して私の秘技ポイントが0になります。ここで0になっちゃうから秘技ポイントの持ち越しはできないのね。そしてインファーナルマスターが引きポイント2を生み出して、またセービングリロールの儀式が使えるようになりました。最後に左上目標を確保してるから 5VP 獲得です。さすが射撃アーミー、この距離でまともに戦っても勝てる気がしませんが、ターミネーターの重心攻撃で近距離戦に持ち込めば、ゲームの流れは変わるはずです。式フェーズが終わって移動フェーズ。インファーナルマスターは中央の通路を前進。右下目標のウィンドライダーに車線を通します。左上のツアンゴールは全力移動。全力移動のレベルは6です。それなら上辺目標に全速前進。左上目標は誰もいませんが、ツアンゴールのバトルライン能力で、ズンコさんが確保するまで左上は私が確保した状態になっています。そして背強裏のツアンゴールは待機。下辺目標を踏むとガーディアンとウィンドライダーに射撃されちゃうので、待機で車線を切りつつ、右下ウィンドライダーの前進を形成します。そして移動マットの上円ステップで、スカラベオカルトターミネーターを上辺目標に配置します。出たわね。もっとウィンドライダーへの白兵戦を狙える位置に置いてもよかったのですが、射撃でツアンゴールが全滅した時、上辺目標を失ってしまうのと、レースロードに簡単に突撃されてしまうのが嫌だったので、白兵は諦めました。移動が終わって射撃フェーズ。まずはインファーナルマスターでウィンドライダーに射撃。攻撃回数7の成功は5個です。セービングは2回成功して3回目に失敗したから。残りの2回はダイスロールせずに、宿命ダイス2個を使って成功にするわ。やっぱりこの能力は厄介ですね。インファーナルマスターの暴発の判定はセーフです。暴発武器は攻撃の後にダイスロールをして、1が出たら撃破されたり、3ダメージを受けちゃうよ。インファーナルマスターはキャラクターだから、暴発のロールに失敗すると3ダメージを受けちゃいますね。インファーナルマスターは警戒射撃もするだろうし、暴発のダイスロールを振る機会が多くて大変そうね。かといって暴発しない方のモードで攻撃すると、火力が半分になるので仕方ありません。リスクを負ってでも宿命ダイスを削っていかないと。次はスカラベオカルトターミネーターで、右上のリンドライダーに射撃です。策略、無知たる俊敏さ、発動。ウィンドライダーへの攻撃にデバフをかけるわ。攻撃回数17の成功は5個。コンビボルターの分は全部セービングに成功したから。残りは全部宿命ダイスで回避してノーダメージよ。ターミネーターの射撃でもダメなんですか。1体も倒せないとは思いませんでした。私はこれでターン終了です。私のターン、指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。ファーシーアのアビリティ、幸運は、今度は右下のウィンドライダーに使用して、インファーナルマスターの警戒射撃に備えるわ。そして右下目標確保で 5VP 獲得。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。ガーディアン部隊は通常移動。長打陣を組んで前方は下辺目標を踏みつつ、後方のファーシーアとスターキャノンはターミネーターに車線を通すわ。レースロードは上辺に移動して、ターミネーターへの突撃を狙って、右下のウィンドライダーは移動するけど、インファーナルマスターで結界射撃です。攻撃回数は4回、成功は1個ですが、インファーナルマスターのアビリティ、垣間見るエゴで、失敗した1個もレベル6にして2個成功です。うちも大概だけど、あらゆる手でリロールしてくるそっちもなかなかやってるわね。宿命ダイスでセービングできるのは1個しかないから、1個ハスで成功するしかないわ。セービングは失敗したけどリロール命令で振り直して、今度は成功。残りの1個は宿命ダイスを使ってセービングしてノーダメージよ。移動の方はちょっと複雑になるけど、先頭の1体は中央の通路を通って、他の2体は廃墟を通って上辺目標に移動。右上のウィンドライダーも上辺目標に移動。あとはツアンゴールを射撃で4体倒せば、上辺目標は私が確保できるわ。移動が終わって射撃フェーズ。この配置でしたら、儀式、宿命の降りては、インファーナルマスター自身に使用します。
ガーディアン部隊とレースロードのブライトランスでターミネーターに、レースロードの手裏剣カタパルトはツアンゴールに射撃よ。策略、兵隊の狡猾さ、発動。ツアンゴールに遮蔽物ボーナスを与えて E6MV 移動させることができます。移動のデメガ5。とはいえ車線を切れる位置には移動できないので、ここはターミネーターの前に出てもらって、万が一生き残った時はターミネーターの壁になってもらいましょう。射撃に戻って、ターミネーターへの攻撃は全部失敗。ツアンゴールへの攻撃は4回攻撃の2個成功よ。セーリングに全部失敗、2体撃破されました。次は後方のウィンドライダーでツアンゴールに射撃。策略、銃弾の嵐で攻撃にバフをかけるわ。この策略はウィンドライダーを対象とした時、2ユニットを対象に取れるから、前方のウィンドライダーにもこのバフがかかるわ。さらに一番近くの敵を対象に取っていて、その敵が目標の確保範囲にいるから、ウィンドライダーのアビリティ速やかなる死でさらにバフがかかるわ。攻撃回数は10で成功は8個。セーリングに7回失敗して全滅です。前方のウィンドライダーは全員インファーナルマスターに射撃よ。攻撃回数10の5個成功。セーリングに2回失敗して3回目も失敗したけど、儀式宿命の降りての効果で振り直します。今度は成功。合わせて2ダメージ受けました。とはいえインファーナルマスターの傷は4。あと2ダメージ受けたら倒されちゃうから注意して動かさないと。そして射撃が終わって突撃フェーズ。レースロードでターミネーターに突撃。目標値は6よ。ここで策略、マノワナ、発動。レースロードの突撃ロールにデバフを付与します。目標値が8になってデメは5で失敗。期待値からはちょっと遠いけど、通った時のリターンが大きいから、ここはリロール命令しましょう。リロール後の結果は失敗。私はこれでターン終了よ。Round 3. 私のターン、指揮フェーズでお互い1筆記獲得。そしてインファーナルマスターから2点、ターミネーターから1点、指揮ポイントを獲得して、セーリングリロールの儀式がまた使えるようになります。目標はツアンゴールで安定確保していた左上から 5VT 獲得。ここまでは押されてしまってますが、ズンコさんは宿命ダイスをほとんど使い切ってますから、ここから反撃です。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。ターミネーターが移動しますが、結界射撃はありますか？ここで使わないと廃墟で車線を切られちゃうものね。ガーディアン部隊で警戒射撃するわ。強化、予見力によって CP 消費はなし、命中率もアップよ。車線の通ってる2体で攻撃して、回数は5の1個成功。セーリングに全部施工してノーダメージです。一発でも通れば嬉しかったけど、さすがにターミネーター相手では厳しいわね。とりあえずインドライダーに接近して突撃を確定にしておいて、インファーナルマスターは中央リアクター裏に移動。ガーディアン部隊の射程から逃れつつ、ガーディアン部隊が可変目標に向けて進軍したとき、白兵線を狙えるように調整します。ツアンゴールは引き続き待機して、次は射撃フェーズです。インファーナルマスターはダメージを与えてるインドライダーに射撃して、攻撃回数5の2個成功です。セービングに1回失敗して、1体撃破されたわ。ターミネーターは2体に減ったインドライダーに全員で射撃。さすがに受けきれないわね。全滅よ。攻撃を余らせてしまいましたけど、対象を無産したら下で策略を使われて打ち漏らすかもしれないから、仕方ないということにしておきます。そして射撃フェーズ終了時、インファーナルマスターのサイキックでインドライダーを1体撃破したので、副次目標、コットをもたらすものを達成、3VT を獲得します。射撃が終わって突撃フェーズ、ターミネーターでインドライダーに突撃です。デメは7で施工、廃墟でガーディアンの車線を切りながら接敵します。突撃が終わって白兵フェーズ、ターミネーターでインドライダーに攻撃です。策略、無知たる俊敏さ、発動。ウィンドライダーへの白兵攻撃にデバフをかけるわ。まずはソーサラーのサイキック攻撃から、回数4の成功1個です。セービングに成功してノーダメージ。この攻撃で1体倒せれば、また副次目標から VT を稼げたのに、残りの攻撃は12回の6個成功です。セービングに5個失敗して全滅したわ。さすがターミネーター。射撃も白兵も火力が出るわね。白兵のとも再編移動ですけど、しなきゃダメですか？再編移動は強制だからしないとダメよ。一番近くの敵はレースロードで 3MV 動くと接敵できるので、
レースロードに接敵します。それじゃあ白兵フェーズはまだ続いてるから、今度はレースロードの攻撃ね。攻撃回数の多い投げ払いで攻撃して、攻撃回数8の3個成功。セーリングに2回失敗して1体撃破されました。これで白兵フェーズが終わって私のターンは終了です。私のターン、指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。そしてガーディアン部隊が目標を踏んでるから、ガーディアンのアビリティ、宿命の守護者で、宿命ダイスを1個追加したけど、デメに、ファーシーアの幸運は自身にかけて、最後に右下目標確保で 5VP 獲得よ。さて、ターミネーターをレースロードで足止めできたけど、ウィンドライダーを失ってて数が足りなくなったのと、副次目標で VP 差をつけられてしまったから、ちょっとまずい状況ね。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。ガーディアン部隊は全力移動。体型を整え直して、右下目標を踏みながら廃墟の裏につけるわ。次のターンに移動すれば、可変目標を踏むことができるし、インファーナルマスターが可変に来るなら、部隊の一部で警戒射撃できるわ。移動が終わって射撃フェーズ。巨峰は眠らずのルールにより、レースロードは接敵中のターミネーターに射撃したけど、全部失敗。突撃はなくて、このまま白兵フェーズ。白兵戦はターンプレイヤーから先に攻撃するから、まずは私のターミネーターから攻撃ですね。策略、地獄のマインで攻撃にバフをして、レースロードに攻撃です。まずはソーサラー以外の攻撃から、回数級のここ成功です。セービングに1回失敗。2ダメージ受けたわ。ソーサラーの攻撃は4回の1個成功です。セービングに失敗したけど、リロール命令。したけどまた失敗したわ。ダメージはいくらかしら？ダメージはランダムの1点です。反撃の白兵はまた投げ払いして、回数8の3個成功。セーリングに1回失敗。私もリロール命令で振り直して、今度は成功です。ノーダメージね。できれば1回は当たって欲しかったわ。白兵戦が終わって、ターン終了よ。Round 4. 私のターン、指揮フェーズにお互い1筆記獲得。戦闘ショップテストはなしで、インファーナルマスターから2点、ターミネーターから1点の、合わせて3匹ポイントを獲得。目標は右上の確保と、上辺目標は破壊します。これで合わせて 15VP 獲得です。前のターンに策略、早手の敏捷性を使えば、ガーディアンで上辺目標を踏んで破壊は阻止できたけど、それをするとインファーナルマスターの警戒射撃、このターンの射撃、白兵で、副次目標を3回達成されかねないから、ここは仕方ないわね。しかも手薄になった可変がザアンゴールに取られちゃいますもんね。私も上辺目標の確保も1ターン欲張ってよかったかもしれませんが、ガーディアン部隊が上辺に来て、射撃でインファーナルマスターを落としたとき、収集がつかなくなっちゃうから、ここは欲張らないでおきます。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。インファーナルマスターは左上に交代。可変目標は車線に入れつつ、単独工作員の効果で敵から撃たれない位置につけます。ターミネーターは待機して、ザアンゴールも待機。次は射撃フェーズです。本来味方と接敵中の敵は射撃できませんが、巨峰は眠らずにより、命中判定にペナルティを受ければ射撃できます。そしてペナルティはインファーナルマスターの武器アビリティ、噴射で無視することができます。ただ命中には期待できないので、ここは暴発しないモードで射撃しましょう。ターミネーター自身は接敵中なので射撃できませんが、ソーサラーのサイキック攻撃は武器アビリティ、ピストルを持っているので、その効果でレースロードに射撃できます。攻撃回数は合わせて5回の2個成功です。セービングに全部成功して、ノーダメージよ。射撃が終わって突撃もなくて、白兵フェーズ、儀式、宿命の降り手をターミネーターに発動します。白兵は非ターンプレイヤーからだから、先に攻撃するのは私だものね。レースロードでターミネーターに攻撃よ。攻撃回数8回の2個成功。セーリングに1回失敗しましたが、儀式、宿命の降り手の効果で1個リロールします。また失敗で2ダメージ受けました。反撃の白兵、また策略、地獄の前を使ってバフをかけます。攻撃回数合わせて13のここ成功です。セービングに1個失敗して2ダメージ受けたわ。レースロードの傷は10だから、これで半分削られたことになるわね。白兵フェーズが終わって、私はこれでターン終了です。私のターン、指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。ガーディアンのアビリティ、宿命の守護者で、
で、宿命ダイスを1個追加。レメは4。ファーシーアの幸運は自身にかけて。右下目標確保で 5VP 獲得。さて、B ちゃんの5ラウンド目の VP は左上の 5VP と、副次目標を1回達成しての推定 36VP になりそうだけど、私の5ラウンド目の VP は右下目標の 5VP と、副次目標の 10VP に、ここまで稼いだ分を合わせて 30VP。ここは勝負に出ないといけないわね。ガーディアン部隊はインファーナルマスターの射程に注意しながら、下辺目標に向けて移動。先頭の部隊はターミネーターに車線を通してるわ。そしてレースロードは退却。左上目標に向けて前進するわ。ターミネーターをフリーにするリスクを負ってでも、左上の目標を攻めに来ましたね。左上か下辺、どちらかの目標を破壊して、ガーディアンかレースロード、どちらかのユニットで副次目標を達成すれば、ギリギリで逆転できるはずよ。移動が終わって射撃フェーズ。ガーディアン部隊の車線が通ってる5体でターミネーターに射撃。策略、銃弾の嵐で攻撃にバフをかけるわ。攻撃回数は合わせて15回。残った宿命ダイスを全部使って4個成功。私もリロール命令を使って、セービングは2個成功。1体撃破されて、1体被弾しました。射撃フェーズ終了時に策略、早手の敏捷性を使って、ガーディアン部隊を下辺目標に移動させて、私はターン終了するわ。Round 5. 私のターン、指揮フェーズにお互い1筆記獲得。インファーナルマスターとターミネーターから引きポイントを獲得して、左上目標確保で 5VP 獲得です。このターン私がやらなきゃいけないのは、下辺のガーディアンへ射撃しての副次目標達成と、上辺レイスロードの阻止。下辺ガーディアンの目標確保については、下辺を取られても 10VP だし、阻止しに行って副次目標を達成されても 10VP だから、もはや触りに行く必要はないはずです。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。ターミネーターは移動してソーサラーの車線をガーディアンに通します。策略、警戒射撃発動。ガーディアンでターミネーターに射撃。強化、予見力によって CP 消費はなし、命中率もアップするわ。攻撃回数25回の1個成功。セービングに成功してノーダメージです。インファーナルマスターはガーディアンに近づいて、ツアーゴールは全力移動して左上目標に移動。これで左上目標の確保力は20機、レイスロードの確保力は3ですから、よほどデマが走らない限り、左上目標は取れないはずです。移動が終わって射撃フェーズ。まずはインファーナルマスターでガーディアンに射撃。攻撃回数8回、インファーナルマスターのアビリティも使って成功は8つです。セービングは頑張ってくれたけど3個失敗。スターキャノンの砲台と兵一体が撃破されたわ。残った射撃を処理して、射撃終了時に副次目標達成で 3VP 獲得。突撃と白兵も処理して、反撃の白兵でターミネーターを落としきれなかったわね。これで攻撃の手数もなくなってしまったから、私が獲得できる VP は30までで確定したけど、B ちゃんの 36VP に届かないわ。2人ともお疲れ様。いいゲームだったね。まずは私の反省点ですけど、2ラウンド目のターミネーターの動きはちょっとリスクが高すぎましたね。結果的にズンコさんが突撃に失敗したから良かったですが、右6でリロール込みの目標値8なんて通される確率の方が高いですし、もし突撃させれたらリンドライダーが丸々2ユニット残ってたので、上辺はズンコさんに取られて敗戦に近い状況になったと思います。ただそこは私も反省点があって、ウィンドライダーは目標を無理やり踏むんじゃなくて、突撃したターミネーターが目標を踏めなくなる位置まで離れて射撃した方が良かったわね。リロール込みの目標値8なら6割5分程度の確率で成功するけど、突撃失敗した実戦の進行がほぼ敗勢だったことを考えると、3割5分の確率で負けが決まるっていうことだから、リスクの高い選択肢を取ってしまったわ。ツアーゴールのバトルライン能力で上辺を確保するには、指揮フェーズを挟まないといけないので、確かにその進行なら、リンドライダーに突撃すると、私は上辺目標を確保できなくなっちゃいますし、突撃に失敗するかレースロードに突撃したら、今度はリンドライダーが1ユニット残るので、その場合もズンコさんが有利な状況になりますね。今回のゲームはレースロードとターミネーターの白兵戦は、だいたいゲーム終了まで決着がつかないのと、ターミネーターの攻撃で私の部隊がどの程度被害を受けるかが、ゲームのポイントになってそうね。こ
こちらのターミネーターの仕事としては、インドライダーにユニット撃破できたのは十分な成果でしたね。逆に撃破されるのを1ユニットに抑えられれば、可変を突破する手数が足りたから私が優勢になりそうね。そこを見誤って過剰に勝ちに行き過ぎたのが今回の敗因だったわ。いろいろコムの突撃の確率分布とか、自軍ユニットのウンズロール石膏地別の命中個数期待値とか、事前に計算できる部分は先に計算してメモしておけば、行動を決める時のシーンにできそうですね。突撃の方はともかく、ユニットの方は結構大変だけどね。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルではウォーハンマーの対戦譜動画を毎週投稿していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。